はい、今日も一緒に勉強していきましょう。今日はこちらですね。イラストレーターで写真をイラスト風にする方法について解説をしていきます。では早速いきますけども、iPhone で背景を切り抜いた画像を準備しまして、これをコピーしてきたら、ウィンドウから画像トレースです。そしたらこういうウィンドウが出てきます。今この詳細を開くと、この詳細っていうラインから情報の上のラインまでパラメータが出てきますけども、ここは今回使用しないので閉じておいてください。まずはスタートポイントとしてプリセットを使っていきます。例えば3色変換するともうこんなイメージができるんですね。それで元のイメージが高解像度だった場合にこういうウォーニングが出ますけども OK をしてください。で今この状態ですね。そうしたらさらに加工していきたいのでこれをパスに変換していきます。どうすればいいかというと、これを選択した状態でこのウィンドウから拡張です。今パスに変換されました。この操作はこれ選択しておいてオブジェクトからここでも OK ですけども、近場にあるんでこちらで OK です。でこの状態で今どういう状態になってるかっていうと、ちょっと背景入れてみるとこうなってるんですね。元のピングっていうのは背景がくり抜かれていたんですけども、画像トレースのエフェクトをかけた時に背景のアルファ情報が落ちちゃって白塗りになっちゃっているわけですね。これだと扱いづらいのでどうしてあげればいいかというと、これを選択してあげた状態からオブジェクトからグループ解除、あるいはコマンドシフト G でグループ解除できます。そうするとどういう状態になっているかというと、ここら辺がバラバラになるんですね。こうなったら背景白いところを選択してデリートしてあげれば OK です。で今やっぱりこうなっちゃってるので、これが扱いづらい場合は再度ここ全体を選択してあげてコマンド G でグループ化できるので、これでこの状態になります。ここまで来たらあとはいろいろできるわけですね。例えば編集からカラーを編集でオブジェクトを再配色とかしてあげると、これは何かというと複数のオブジェクトの色をまとめて変更できる機能になります。で今3色に減色したんですけども、使われているカラーがここに出ていて、ここがブライトネスですね。落ちてでさらに周方向にヒューとセンターから外側に向かってサチュレーションなんですけども、ここがロックされた状態でこれをグリッとやってあげると、登場しているカラーのヒュー、それぞれのヒューのアングルを固定したまま、さらにサチュレーションのレシオも固定したままカラーをこう変えていくことができます。であとはこれですね。これはカラー配列をランダムに変更って書いてますけども、これをクリックするとちょっとここの部分とここの部分注目して見ていてほしいんですが、いきます。カチッカチッカチッ。でそうするとこの雰囲気っていうのはすごい変わっていくんだけども、ここも動いてないしここも動いてないわけですね。何をやってるかっていうと、登場しているカラーは同じなんだけども、それをどのエリアに割り当てるかっていうのをこれランダムに変更していることになります。でさらにこれを押すと今度はサイドと明度だから、このヒューの各アングルは固定されたまま、これが伸び縮みするわけですね。これも左右に動くわけですね。こんな感じで、なんか面白いところを探すといった風に使っていきます。でちょっとプリセットよく使うやつを並べてみましたけども、3色変換で6色変換、16色変換、グレーの色合い、白黒のロゴ、スケッチアート、シルエットですね。ここら辺遠目に見るとだんだん写真に当然近づいていくんですけども、グーッと寄ってあげるとちゃんと情報が落ちてるねっていうことが分かります。先ほどと同じように画像トレースエフェクトかけたら背景が埋まっちゃったという場合には、同じ手順でグループ化を解除して背景だけ消してあげれば OK です。で当然これ人物でやってますけども、背景画像にも画像トレース適用することができて、遠目に見るとちょっと両方写真に見えますけども、ぐーっと寄ってあげると元の写真がこんな感じで、6色変換してあげるとこんな感じということで結果になりますね。であとはちょっと比較画像を出しますけども、これは同じ日に撮った両方私なんですけど、で色違いのパーカー着てるんですね。同じ日に撮ったので肌の日焼け具合とかも全く一緒なんだけども、色情報を落とした時に、減色した時に周りの色、ここで言うとパーカーの色に引っ張られて肌の色もちょっと変わってきますねといったところが分かります。こういったところも合わせていろいろ試してください。ということでですね、少し雰囲気のあるイメージを簡単に作れますので、ぜひ使ってみてください。短かったですけども、今日の動画は以上になります。お疲れ様でした。